お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、陸軍だけでなく空軍や武装親衛隊に至るまで広く採用された、対空機関砲を4連装にした対空兵器、38式4連装2センチ対空機関砲を開設する。単装のやつよりこっちの方が威力ありそうだな。単装の対空機関砲をベースに連装の対空機関砲を開発した理由等も含め解説をしていくよ。なお、ドイツ国防軍の1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。そもそも対空機関砲って何？航空機が戦場に登場すると、地上から当該空中目標を攻撃する方法が必要視された。航空機がまだまだ高速化していない時期は、地上専用の機銃を対空用の重火に搭載をして射撃をすることで対応可能だったが、次第に航空機の性能が発達すると、航空機の航行可能となった高度に従い、対空機関砲と高射砲もそれに伴って発達していった。対空機関砲と高射砲はどう違うの？その点については、低空を航行する戦闘機などを攻撃するのが主な役割である対空機関砲、高度の空を航行する爆撃機などを標的に砲撃を加えるのが主な役割である高射砲、という整理が可能なのではないか。なお、第二次世界大戦中も地上戦の機銃を対空用の重火に装着して使用することももちろんあった。この高射砲、対空機関砲、対空機関銃の整理についてご存知のご視聴者さんがいらっしゃいましたら、コメント欄でご教示ください。本動画の主役は対空機関砲だが、ナチスドイツ国防軍の対空機関砲としてまず指摘が必要なのは、2センチ FLAK30 だ。同砲は、低空を航行してくる戦闘機や爆撃機を攻撃するため、大型対戦車ライフルをベースに開発がなされた、ドイツ軍の対空機関砲だ。同砲の開発時期は、まだエルサイユ条約体制の下ドイツが自由に兵器開発ができない時代だったんだ。条約違反になるのにどうやって開発したの？わざわざドイツの軍需企業がスイスの子会社に開発製造を委託するという涙ぐましい工夫がなされ、開発にこぎつけた。同砲は、全周の手動旋回が可能であり、専用の二輪型トレーラーにより移動がなされた。頑丈であり、おおむね性能は高評価で、対空戦闘だけでなく、地上目標や海上の目標に対しても使用されるなど、ドイツ国防軍や武装親衛隊により広範に使用された代物だ。また、同砲は、第二次世界大戦初期に活躍したドイツ国防軍の戦車にも搭載されている。活躍した戦車とは、2号戦車だ。2号戦車は、早々期のドイツ国防軍が装甲部隊の訓練用として、かつ、生産技術の獲得のために生産をした、1号戦車に続く機関砲を搭載した戦車だ。機動力には優れる戦車だったが、ドイツ国防軍の装甲部隊首脳部としても、まさかこの2号戦車や1号戦車で対戦に突入するとは思っていなかったところ、対戦に突入してしまい、第二次世界大戦の序盤では大いにドイツ国防軍を助けた戦車だった。2号戦車の手法には、1号戦車の弱い火力を強化する観点から、2センチ FLAK30 を車載用に改造した手法が搭載されたんだ。このように同砲はドイツ国防軍に重用されたが、同砲には一つ欠点があった。欠点とは、発射速度だ。航空機が日進月歩で進化するため、その速度もぐんぐん上がっていく中で、同砲の実用発射速度である毎分120発という数字は、実戦に不向きな欠点として指摘されるようになった。そこで、同砲の改良版として登場した対空機関砲が、2センチ FLAK38 だ。手動による全周旋回という点は前身の対空機関砲と同じであり、移動に際しては牽引用のトラックや装甲兵員輸送車などで牽引された。前身の対空機関砲で問題視された発射速度については、実用発射速度が毎分180発から220発と性能が向上し、また、より精密な射撃が可能となる洋新型の照準器が装着された。
新型の照準機ってどんな性能だったの？照準担当者が目標を照準すると、自動で下方が当該目標の未来位置を決定し、当該目標未来位置に下方がセットされるという機能だった。同砲は、ドイツ陸海空軍や武装親衛隊で使用され、さらには対空戦車に搭載されるなどし、ドイツの敗戦まで使用され続けた代物だった。対空戦車って何？対空戦車の一般的な内容としては、対空機関砲等を戦車の車体に搭載し、前線の部隊を敵の航空兵力から防衛することを目的とした、対空戦闘用の装甲車両だ。ドイツ国防軍において同砲が搭載された代表的な対空戦車は、38T 対空戦車だろう。38T 対空戦車は、ある特殊な戦車の車体をベースに、車載用に改造された 2cm FLAK38 が搭載されている。ある特殊な戦車とは？ 38T 戦車だ。現生産国はチェコスロバキアであり、ヒトラー総統の外交攻勢によりナチスドイツに併存されたチェコスロバキアと共に接収された、当時のドイツ国防軍にとっては優秀かつ貴重な外国製とも言うべき戦車だった。この 38T 対空戦車は、周りの装甲を外側に倒して露出させることで、地上の目標に対する水平射撃が可能になるなど、対空機関砲と並んで、ドイツ国防軍の防空戦闘と地上目標に対する戦闘で活躍を見せた。このように、前身の対空機関砲以上に広範に利用された 2cm FLAK38 だったが、実際に使用される過程で、またも欠点が浮かび上がる。欠点とは？発射速度だ。さっきと一緒じゃないか。改善はされたんだが、実用発射速度について十分とは言い難く、かつ20発入りの箱型弾倉を使用していた関係もあり、現場からはより強力な対空機関砲の配備が要請された。そこで、ドイツ国防軍が打ち出した策が、この 2cm FLAK38 を4連装にして実用発射速度をシンプルに倍化するというアイデアだった。このアイデアにより実用化された対空機関砲こそ、本動画の主役である38式4連装 2cm 対空機関砲だ。主役にたどり着くまでが長いわ。ちなみに、同砲は 2cm ファケビエアイング38と呼称すべきというご指摘もあるかもしれないが、この表記だと動画作成上作業が大変なので、ここでは38式4連装 2cm 対空機関砲と呼称させていただきたい。音声ソフトがついていけないからね。38式4連装 2cm 対空機関砲は、発射速度を増強した機関砲だけあって、鬼のような量の薬莢を排出しながら、改良型ではレーダーと連携しつつ 2.1km に及ぶ高度まで弾丸を飛ばす能力を有していた。4連装された機関砲は同時に砲撃できたの？能力としてはできたが、4連装の機関砲が同時に砲撃をするのは緊急時に限定されていた。なんで？砲撃時には継続的に弾丸の補給を行う必要があったため、4連装のうち2連装を使用して砲撃をしている間に、残りの2連装で弾倉を交換するという運用だったからだ。さらに、4連装にしたことでいたもう一つの利点があった。もう一つの利点とは？人員削減だ。単装の場合には1問につき5人、後年は4人の担当者が必要だったが、これを4連装にした結果、本来なら4倍の人員が必要になると思いきや、実際の担当者は7人、後年は6人にまで減らすことに成功し、1問あたりの人員数を削減できた形となった。38式4連装 2cm 対空機関砲は、ドイツ国防軍の防空能力を飛躍的に向上させ、連合軍の脅威となり、また、4号対空戦車に転用されたり、装甲列車に転用されたりなど、幅広く使用された対空機関砲だった。特に問題点はなかったの？それはね、連合軍の戦闘機の性能向上に伴い、弾倉の容量の少なさ、人力による旋回能力の低さなどが問題視され、ドイツ国防軍は次なる対空機関砲の開発に着手することになる。さて、以上の通り、38式4連装 2cm 対空機関砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、
概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気象情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の猛将にして記載である、石原幹事が、帝国陸軍の中枢たる参謀本部で大活躍するも、盧溝橋事件をめぐる権力闘争に敗れて心ならずも左遷される紆余曲折を解説した動画です。満州事変で油の乗り切った石原幹事が日本の内閣にまで影響を及ぼす様は圧巻だし時代を感じるな。226事件では反乱軍の討伐に及び腰の軍事参議官をメンバして爆撃の手配まで行うなど、行動力の過断さは類を見ないと思う。そして、盧溝橋事件により石原幹事がどのような形で転落を経験していくのか、そこら辺に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。気象情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。